皆さんこんにちは。森澤明彦と言います。森澤株式会社森澤というフォントメーカーで社長を現在やっております。せっかくですのでイノベーションホールの皆さんにもご挨拶させていただきたいと思います。Hi everyone in Innovation Hall. So I'm Akihiko. I hope all of you enjoy my talk. それでは早速始めさせていただきます。私自身ですね、英体パイっていうのは実は過去2度ほど参加させていただいております。ただ私がスピーカーとして今回お話しさせていただくのは実は初めてでございまして、少し緊張しております。社内では偉そうにしてますけども、外に対して発言するのはちょっと緊張するもんですね。はい。今日最後の講演を私がさせていただくわけですけれども、非常に光栄に思っております。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今日20分という短い時間ですので、かなりはしょったような話し方するかもしれませんが、そんな早口ということでもないので、少し時間オーバーするかもしれません。お許しください。せっかくですので、時間を区切る便利なツール、仕組みを使おうと思います。それは元号です。皆さんご存知、日本の方ご存知のように、また海外でもニュースで日本に新しい天皇が誕生したということで、今年の5月、日本は新しい元号の令和という時代になりました。英語ではビューティフルハーモニーというような訳し方がされるようです。平成、昭和、大正、明治、どんどん時代を遡っていくとこのような元号が使われていたわけですけれども、この下にそれぞれの元号の下に英語で訳したものが書いてありますけれども、このような意味が込められているようです。日本ではそれぞれ一つの時代をそれぞれの元号で捉えているわけですけれども、出来事や思い出を共有をしてきました。ちなみに私は1963年、昭和38年、昭和真ん中ですね、昭和38年の生まれになります。今日はこれから「Type My Life」というタイトルでお話をさせていただきます。皆さんが書体を愛し、そして日常の一部となっているように、私自身も書体のことを考えない日はありません。小学生の頃の私は漢和辞典をずっと見ていたようなことをしていました。株式会社森澤は今でこそフォントメーカーということでご存知いただいているかもしれませんけれども、最初からそうだったわけではありません。私たちはこちらの写真出ているように機械を作って売っていた会社です。つまりハードウェアのメーカーだったわけです。そしてそれが何の機械かというと、今日のお話の中心である写真食事機というものでした。こちらの MC6 って書いてあるんですけども、これは森澤で1万数千台販売することができたベストセラー機になります。写真食事機というのは一言で言えば、写真の技術を使って文字を入力する機械なわけですけれども、今こちらにいらっしゃる方々でこちらの機械のことをご存知の方はもはや少なくなってしまったのかなというふうに思います。せっかくですので、実際に動いているこの機械が動いている様子をご覧いただきながら解説をさせていただきたいというふうに思います。でこれはですね、当社の MDC という名前の写真食事機です。文字を打ち出すための専用の機械です。で文字はガラスでできた文字盤を使います。機械にセットして上下左右に動かしながら、その打ちたい文字を機械の中心に添えて、そしてシャッターを切ります。そうすると機械の下にあるライトから照らされた文字が機械の上部にある印画紙と呼ばれるものに投影をされます。もう一度よくご覧ください。
見えますかね。はい、でその後ですけれども、当然印画紙というのは観光材料ですので、現像という工程を経なければいけません。印画紙を暗室に持って行って現像液の中につけ、そして印画紙に文字が浮かび上がると。ちょっと見にくいですけども、この上の方の白い印画紙のところに文字が浮かび上がり始めているのが見えるかと思います。でこうして入力された文字を切り取って他の素材と一緒に組み合わせて印刷の元となる版下と呼ばれるものを作っていました。こうやって他の写真とか、図ですねに文字を写植機で打ち出したものを、貼り合わせていく、こういうことを昔はやっていたわけです。今日会場にいらっしゃる若い方々には途方もない作業のように感じられるかもしれませんが、ほんの30年ぐらい前まではこのようなやり方で印刷の版下っていうものを作っていたわけです。日本の方がイメージしやすいのは漫画、その吹き出しの中に写真植磁器の文字を打ち出して貼り込むというようなやり方だったらイメージしやすいかもしれないですね。で今ご覧いただいたのは小型の機械 MDC という機械なんですけれども、基本的な構造はその後いろいろな機械が開発されましたけれども、基本的には構造は一緒です。写真植磁器は日本のタイポグラフィーを語る上で欠かせない存在でありました。なぜなら日本語が印刷の上で抱える課題を解決する機会だったからです。一番の貢献は何といっても文字数です。金属活字を使った印刷では必要な文字を使う大きさの数だけ保有しなければなりませんでした。それが写真植磁器では一揃えの文字盤さえあればカメラのレンズの倍率を変えることで自由に文字の大きさを変えることができます。活字を置いておく部屋も金属の重みで床が抜け落ちる心配もなくなったのです。ひらがなだけでもこんだけの数で、当然これでも全然足りないわけですけれども、いかに日本語がたくさんの金属活字を必要としたかというのがこれを見ていただいても分かるかと思います。日本語の文字は当然1万とかありますので、いかに膨大な数の場所と重さの活字が必要だったかということになります。でレンズの存在、これ実はこの縦の棒みたいな筒みたいなのがありますけれども、これはレンズなんですけれども、デザインの幅っていうのもこのレンズのおかげで広げました。金属活字では難しかった文字の変形、つまり回転したり斜めに車体をかけたりとかするようなことも変形レンズというものを使ってできるようになりました。写真植磁器は第二次世界大戦後1950年から1980年にかけて日本で爆発的に普及をいたします。そして昭和の印刷、出版、グラフィックデザインというものを支えてまいりました。大正13年1924年法文写真植磁器、日本語の写真植磁器を発明したのが私の祖父森澤信夫です。似てますかね。ちょっと僕の方が太りましたね。彼が日本語の写真植磁器を発明して成功したのは日本語の特徴に気づいたからです。つまり全ての日本語の文字、漢字、ひらがな、カタカナ、これが全て同じ正方形の中に収めることができるという特徴に気づいたからです。でこちらの写真が一番最初に作った模型ですね。でこの歯車を使った機械的な仕組みとマッチしてシャッターを切ることに機械の内部では次の文字を印字できる準備をしていきます。等間隔に文字が並ぶことに違和感のない日本語、機械との相性が非常に良かったわけです。
文字の大きさや行間に関する Q、 それから波、これはこういった単位も生み出すことになりました。文字の大きさを表す単位である1級も、文字と文字の間隔や行と行の間を示す単位である波も、すべて同じ4分の1ミリ、0.25 ミリというものを基準にしています。世界標準であるメートル法を採用した写真食磁器の単位というのは、今もインデザインの日本語組版の中で使うことができます。一番右の図ですね。これはインデザインの組版の設定ですけれども、こちらで確認することができます。写真食磁器は革新的な機械でしたけれども、もちろん森澤信夫が一夜にして生み出したものではありません。多くの人と出会い、そして支えなくして発明できたものではありません。時計の針を大きく戻します。森澤信夫が生まれたのは明治34年、1901年のことです。彼の父親、私から見るとひいおじいさん、曽祖父になるわけですけれども、皆さんご存知ですかね。日本の夏に欠かせないそうめんの製麺機を作って商売をしていたのが曽祖父、ひいおじいさんになります。海外の方はですね、ラーメンやうどんは聞いたことあるかもしれませんけれども、そうめんはそれらよりさらに細かい細い麺です。家庭で食べることの方が多い麺ですが、東京には専門店が数軒あるそうなので、ぜひ探して行ってみていただければと思います。これがそうめんですね。かなり細い麺です。一般的にですけども、うどんが4ミリ、ラーメンが 1.7 ミリ、そうめんは 0.7 ミリ、非常に細いんですね。いかに細いか。当然非常に細いということなので、布を織る機織りのようにですね、面を伸ばすと専用の機械が必要になってたんですね。こういったものを作っていたわけでございます。でまた祖父の通ってた小学校の近くには曽祖父の経営するそういった機械を作る鉄工所があったので、そこが祖父の遊び場だったようです。落ちてるネジとか、それから歯車とかバネとか、いろんなものを拾い集めて自分でおもちゃみたいなものを作って遊んでいたそうです。やがて成長した祖父ですけれども、実家の仕事を継ぐということはありませんでした。古い日本の世界ですから、田舎の世界ですから、次男だった祖父は外へ出て行ったわけですね。1922年、大正11年、将来を考える中で偶然耳にした講演、その講師である星一さんという方のお誘いで、ある製薬会社に勤めることになります。星一さんは星製薬株式会社の設立者なんですけれども、皆さんの世代からいくと、SF 作家の星新一さんのお父さんと言った方が分かりやすいかもしれません。で星製薬というのは残念ながら今はないんですけれども、この会社は戦前は東洋最大と言われたような製薬会社だったそうです。で新橋にあったそうなんですけれども、この会社は本当に大きくてですね、自分たちで印刷部門を持つような製薬会社、大正時代ですよ。大正時代にそういうことをやっていたそうです。で当時ではまだ日本では新聞社と印刷会社のこの2社、大きな印刷会社2社しかないような機械を星一さんは海外に行った時に調達してきたんですね。でこの祖父が入社した翌年に高速輪転印刷機がドイツから到着します。機械は
30個の箱に分けられて、そしてその組み立てを命じられたのがうちの祖父になります。といってもその組み立てのマニュアルだとかそういうものが存在せずですね、日本ですでに納入されていた新聞社に見学に行って見せていただいて、たった2枚の外観写真を頼りに機械を組み上げたというふうに聞いています。この左下、これが祖父ですね。で、同じ年、保守製薬で森澤信夫は運命的な出会いを果たします。後に祖父の大きなライバルとなる石井茂吉さんです。石井さんは当時機械技師として保守製薬で短い期間でしたけども一緒に働いておられました。でその頃祖父は輪転印刷機を組み立てた実績を買われて、新しくできた印刷部門で働いていましたが、金属活字を取り扱うことで悪戦苦闘していたわけです。でいろいろな印刷の業務改善を命じられている祖父は、なんとかもっと簡単な方法がないのかということで悪戦苦闘していたわけですけれども、文字を組むということは職人技ですから、当然機械の得意な祖父からしてみると苦労したのは当たり前のことだというふうに思います。でそんな中、祖父は当時の上司からイギリスの専門誌であるペンローズ年間という写真、専門誌があったんですけども、その中で写真植字という技術が海外に存在するということを聞かされます。イギリスで10年間研究されたにもかかわらず実用化には至っていませんでしたが、そのことへの疑問と日本の活字が正方形に収まるというふうに祖父が気づいたことで、写真植字機の初期の構想に結びつきます。そして1924年大正13年、すでに保守製薬を離れてはおられましたけれども、機械工学の知識を持たれた14歳先輩である石井さんの勧めで特許を申請しました。でこれが実際の特許を出した時の特許公報ですけれども、出願された特許申請には特許権者であり発明者である祖父と並んで特許権者として石井さんのお名前が書かれています。日本に写真植字機が生まれた瞬間でした。それ以降保守製薬を離れた森澤信夫は石井さんと共に写真植字機の実用化に向けて邁進します。祖父は機械そのものを、石井さんは文字とレンズの開発を担当されていました。で2人の道のりは決して平坦ではありませんでしたけども、金属活字が主流の当時、印刷の工程に写真植字機を入れることができず、なかなか機械が導入されるには至りませんでした。当然印刷機は全部活版印刷機ですから、写真植字機でいくら合理的に文字を組めても使う方法がないということだったわけです。プロトタイプを作る段階の最初の数年というのは、森澤は機械の開発に没頭します。資金や住まいを石井さんに頼っていました。逆に一時期事業を離れネジ工場でビジネスを起こしていた私の祖父は、逆に写真植字機の研究開発を続けていた石井さんを支援することもありました。第二次世界大戦という歴史的な出来事を挟みながら、時に技術者として時にビジネスマンとして協業したり意見を戦わせたりしながら写真植字機の普及に努めます。やがて石井さんは東京を基盤に、森澤信夫は大阪を基盤に事業を展開します。時は流れ、1954年、昭和29年に祖父は独立します。石井さんは祖父と共に共同で開発していた機械を継続して開発販売することを求めていて、
祖父は新たな仕組みを採用した全く新しい機械の発売をしたいというふうに求めたそうです。この当時の出来事を日本の印刷の歴史の中ではセンセーショナルな年だとされることが多いようです。この年を境に石井さんの会社である今の株式会社車検と祖父の立ち上げた今の株式会社森沢はビジネスの上で大きな競合コンペティターとなりました。ですから象徴的な年ということが言えると思います。一方で今も両社に残る当時の資料を紐解くと熟慮の末の独立だったことがうかがえます。祖父は独立の数年前から新しい仕組みを顧客に見せて回り、それに手応えを感じていました。また翌年に発行された1955年のペンローズ年間には石井さんが写真食事機の仕組みだとかについての原稿を寄せています。その文章は私の祖父と共同開発したことを記すことから始まっています。年齢に差のある2人ではありましたけれども、別れた後もお互いに敬意を払うことは忘れなかったというふうに私は信じています。写真食事機は文字とそれを打ち出す仕組みが切っても切り離せません。文字盤を他社の機械で使うことは基本的にはできませんでした。ビジネス戦略上でも独自仕様であることは重要でした。そして当時メーカーにいて写真食事機を売る人もそれを使うユーザーも自分の扱う機械や書体に強い愛着がありました。今こちらでご覧いただいている文字盤と機械は車検さんの機械や代表的な書体の文字盤です。私自身森沢の営業として自分たちの写真食事機というのを広く広めたいということで動いておりましたけれども、車検さんの地元である東京、こちらでの販売というのは非常に苦戦した記憶がございます。森沢は私たちの地元である大阪や西日本を中心としたお客様に支えられましたけれども、日本を分断すると言ってもおかしくないぐらいな激しいシェア争いでした。今もなお2つの会社の間、森沢と車検さんの間に触れてはならない何かただならぬ関係があるのではないかと想像される方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そんなことはありません。今ご覧いただいた過去の資料、こちらは車検さんからお借りしたものです。多分これでご理解いただけるのではないかと思います。快く写真資料等ご提供いただいたことに大変感謝をしております。写真食事機はハードウェアとして高速化や自動化といった進化を遂げますけれども、やがて文字盤を使わずとも文字を操れる時代がやってきます。それが私が会社に入った頃とちょうど重なります。当時の祖父はすでに80代で社長からは退き、祖父の次男である森沢義明が社長を務めていました。ここからは少し私のお話をさせていただきたいと思います。コンピューターの進化に伴い電算写食機と呼ばれる技術が生まれます。超高解像度の CRT、 つまりブラウン管、テレビと同じ原理なんですけれどもの上に文字を電子のビームで表示をさせて印字をするという技術です。文字そのものはベクターフォントとしてアウトラインフォントですねとしてハードディスク、ですけど当時のハードディスクっていうのは20メガとか40メガしかないような容量なんですけれども、その中に日本語が約7000字記録されていました。これが実際の機械です。ライノタイプが作っていたライノトロンという機械です。手で触れることのできるガラス板の文字盤はなくなり、すべてがこの箱の中で行われることになりました。1980年、昭和55年、私たちはライノタイプと
合弁会社である森沢ライノタイプ株式会社を設立いたしました。電算社食の事業を展開したわけですけれども、電算社食機はその後の平成の初め頃、1990年代前半まで広く利用されました。で、写真のこの右端の手前の方に写っているのが祖父、80歳の祖父です。で、フォントのデジタル化はすぐそこまで来ていました。1983年、昭和58年、5回目の永代パイがアメリカのスタンフォード大学で開かれました。当時、私の父が森沢のデザイン部門を率いておりましたので、カンファレンスに参加していました。父は会場で発表されたデジタルフォントの作成システムに強い衝撃を受け、帰国後、イカルスというソフトウェアの導入準備に入りました。そしてその後、今に通じる日本語ポストスクリプトフォントが登場したのが1989年、平成元年のことです。アップルのレーザーライター NTXJ と呼ばれるプリンターに森沢の作った明朝体、リューミン LKL とゴシック体、サンセリフの中ゴシック BBB、この2書体が搭載されました。懐かしく思い出しておられる方もいらっしゃるかもしれません。で、こちらのポストスクリプトという技術はご存知の通り Adobe の技術になります。私自身1987年にアメリカへ渡り Adobe のオフィスで研修を受けさせていただきました。このスライド、私がアメリカに渡った当時大変お世話になったお二人に4年前に再会した時の写真です。で、このお二人こそアドビの共同創業者であるジョン・ワーノックさんとチャールズ・ゲシキさん。今もアドビさんとは当時と変わらないお付き合いをさせていただいています。昔のアドビのロゴですね、これね。ご存じないかもしれませんけども、当時アドビさんはワールドワイドで70人社員がいるかいないかのぐらいの会社でした。電算社食もポストスクリプトも海外の技術を基本としており、それを日本語フォントに展開するのには大きな葛藤や苦労がありましたが、恵まれたパートナーとともにビジネスを広げることができました。平成の終わりから今にかけて、私が社長に就任してからはいくつかの老舗書体メーカーの事業を譲り受けたり、グループ企業として迎え入れるということになりました。それに至った経緯はそれぞれ事情が異なりますが、次の時代へ書体を残したいという強い思いがあったこと、これは共通していると感じています。そしてその残したいという思いを我々をパートナーとして選んでいただいたことに、これほど責任を感じることはありません。日本をはじめ漢字の文化圏には漢字を4つ並べて大きな意味を表す習慣があります。今画面に出ているのはビジネスにまつわる四字熟語の例です。話の締めくくりとして私の好きな四字熟語を紹介したいと思います。それは温故知新です。古きを訪ねて新しきを知る。過去をなぞるだけではなくて、その時代や未来に向けて活動する。私はこの言葉を小学校の時に通っていた書道教室で習いました。私たちの会社の始まりは2人の開拓者の強い友情です。その2人もまた過去から学び、そしてそれが世の中に革新的なインパクトを残しました。近年イノベーションという言葉が日本では多く用いられますが、もともとは日本には創意工夫という四字熟語があります。あれこれ試して新しいアイデアを思いつくということです。温故知新と創意工夫、子どもから大人まで知っている言葉です。私はこの2つのキーワードがイノベーションを生み出し、新たな時代を切り開くものだと
思っています。私たちのごめんなさい、行き過ぎましたね。私たちの会社はいつの時代も多くの友情に支えられてきました。今日ここにいる同じ時代を共にする皆さんとも美しい調和、ビューティフルハーモニーを作り出していきたいというふうに思っています。それが私のタイプフェイス、タイプデザイン、タイポグラフィーへの思い、そして人生でもあるというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。